皆さん、どんなに素晴らしいキャンピングカーに乗っていても、それだけで本当に快適な車中泊ができますか？実は車中泊場所も重要な要素ですが、あまり話題になってないように思うのですが、私は有料の宿泊場所についてはいいなと思った場所もたくさんありましたが、この宿泊費でこのサービスと落胆したこともあります。皆さんはどうですか？本日は車中泊場所への本音と軽キャンの使い勝手について忖度なしにお話しします。車中泊場所で一番大切なことは安心安全に泊まれる場所であるということだと思います。災害や犯罪の被害に遭いにくい合わない場所です。無料だろうが有料だろうが基本じゃないでしょうか。これ以外は有料無料で求めるレベルが違うと思います。皆さんは有料の施設を利用されたら何を求められますか？私の一番は24時間トイレが使えることです。それは当たり前でしょと思われる方は多いと思いますが、日本最大級のキャンピングカーのオーナーズクラブの施設紹介の中でも24時間トイレが使えない施設があります。トイレ付きのキャンピングカーなら利用できるでしょうが、軽キャンは付いてないから無理です。24時間トイレが使えるかどうかはウォシュレット付きかどうか以前の問題ですからね。2番目は立地条件です。RV パークって結構不便なところにないですか？周りに自動販売機しかないっていうようなところ多くないですか？車中泊って車内でご飯作って食べるだけが定番じゃないですよね。旅行に来てるんですからその土地の名物食べたいですよね。お酒も飲みたい。ところが街の繁華街に歩いて行けるような RV パーク意外と少ないんです。土地が空いてるからといって作ったような山の中や郊外にあるような RV パーク、トイレ、電源、ゴミ処理の施設がついていても車中泊ができるだけですから、それで4000円も5000円もして近くに道の駅があればどちらを選ぶでしょうか？利用価値は低いです。3番目は宿泊施設そのものの付加価値ですね。現在撮影している昼ヶ野高原キャンプ場は高原リゾートの代表で、風景、環境、雰囲気も抜群です。ここに来るだけで価値のあるような場所です。ここ以外では例えば温泉、レストラン、産直市場やスーパーなどが併設されている RV パークは、これはもう最高ですね。以前行った RV パークで素晴らしいと感じている場所を一つご紹介します。こちらは兵庫県城崎温泉にある RV パーク、稲葉屋さんです。酒屋さんが経営する RV パークで、電源、ウォシュレット、トイレ付きで駐車スペースも広く、サイドタープと椅子、テーブルの展開も OK です。酒屋さんなので生ビールも飲めますし、いろいろなお酒も買えます。驚いたのは夜間でも中華料理屋さんの出前が取れるんですよ。出前の取れる RV パークって本当に珍しいですよね。なんといってもこの RV パークの最大の特徴は、城崎温泉街まで歩いて7、8分で行けるんです。こんな夜の温泉風情も味わえます。外湯巡りをしてレストランや居酒屋で食事もできます。どうですか？皆さんも利用したくなったでしょう。そしてこんなに使い勝手の良い RV パークなのに料金がなんと3850円です。この車中泊生活は以前の動画、初旅、カニ旅で詳しく紹介していますので、まだの方はぜひご視聴ください。最後の4番目ですが、宿泊した時の満足度や価値が価格と見合うかどうかです。最近オープンしている RV パークなどは5000円を超える高額な施設が多いようですね。オーナーさん側は価格の設定に当然利益が出るか、採算に合うかを考えて価格の設定をされると思います。しかし車中泊施設を利用するキャンピングカーの所有者は、車の購入動機に宿泊代を抑えてその分長期の旅行を楽しみたいという方が多くおられます。5000円を超えてくるとビジネスホテルと変わらなくなってきます。4人以上で利用するなら安くつきますが、1人2人の利用ならあまり変わらないですよね。あまり料金が変わらないのなら、私なら立地の良いビジホに泊まってシャワーを浴びて近くの居酒屋に一杯引っ掛けに行きます。5000円を超えてくるような高額な施設は、その施設なりの何か魅力がないと私の場合は泊まる気がしません。私はもう現役世代でないので、5000円という金額は結構高額なんです。なので私は5000円が一つの基準になっています。高額な利用代金の場合は
それなりの温泉やレストラン、遊園地など、それなりの施設が付帯していないと利用する気にはなりません。その施設に見合った適正な価格になっているかどうかですね。皆さんはどうですか？有料の車中泊場所に何を求められますか？サービスの内容や価格に満足はされていますか？また皆さんの考えもコメントで教えてください。夜にまったりとお酒をいただく。これも車中泊での一つの楽しみですね。今後の車中泊施設は大きな伸びしろがあると思います。高速道路のパーキングエリア、サービスエリア、そして道の駅は無料です。しかし公共の場所ですから当然制限はありますよね。キャンプ行為や宿泊とみなされるような行為は NG ですよね。なので3000円、4000円である程度の自由が利く施設、そして電源がついているような施設は結構需要が高いと思います。そんな中で今一番気になるニュースは、ローソンが車中泊場所の提供を始めたことです。今年の7月16日から千葉県、埼玉県、静岡県、愛知県で本格的に開始しています。すべての店舗ではないんですが、現在確か29店舗が利用できるはずです。利用代金は2500円から3000円。電源もついていて、もちろんトイレも使えます。チェックイン、チェックアウトの時間は決まっているようですが、コンビニなので深夜でも買い物ができます。基本的にはゴミも処理できるようです。ほぼ統一されたサービス内容の店舗が2500円や3000円の価格帯で全国的に広がると影響力は大きいでしょうね。今後は東京都、神奈川県、三重県、岐阜県の4都県に拡大を考えているそうです。人気が上がればローソン以外のコンビニも今後は検討するのではないでしょうか。特に都市部で増加してくれるとありがたいですよね。現在東京都内で車中泊できる場所なんてもうほとんどないんじゃないですか。東京や神奈川で車中泊ができる場所ができれば大人気になるでしょうね。もし都市部のコンビニで車中泊ができるようになれば夢は広がりますね。私もなんですが、キャンピングユーザーの多くの方は地方都市の中心部に車中泊をして昔から続くような繁華街で飲み歩きをしてみたいと考えてられる方は結構多いんですが、でも地方都市の市街地で車中泊ができる場所って意外と少ないんですよね。でも土佐の高地に飲み歩きのベースキャンプにできるような駐車場が1カ所あるのでご紹介しておきましょうかね。高知市内を流れる鏡川の川沿いにあり、天神橋パーキングという駐車場です。こちらです、こちら。川を挟んだ対岸はもう高知市の中心部ですね。朝からお酒を飲めることで有名な広め市場もここからなら歩いて10分ぐらいです。川を挟んだ対岸には温泉もあります。24時間使えるオシュレット付きのトイレもありますし、水道もあります。RV パークのようなんですが、普通の駐車場なんですよ。でも2500円で車中泊ができるんです。高知の有名な繁華街、帯谷町ももう徒歩圏内なんですよ。今年の4月、車中泊で訪れた時の映像です。高知県は酒豪の街で有名ですよね。その名の通り、高知県の繁華街は活気があって最高です。高知でお世話になっている居酒屋、のんべえさん。私のことですね。街の中に車中泊のできる駐車場があるので、こうしてゆっくりお酒を飲むことができました。皆さんもこんな車中泊旅行してみたくないですか？全国の都市に車中泊のできる場所ができれば楽しいでしょうね。高知の車中泊は以前の軽キャン車中泊で詳しく紹介しているので、視聴がまだの方はぜひご覧ください。現在、キャンピングカーの保有台数は20年前に比べて約3倍に増加しているそうですが、それでも約17万3000台です。そのうち軽キャンピングカーは3万5000台から4万台ぐらいと言われています。その中でキャンピングカーショーに行くと、最近は軽キャンピングカーの人気がすごいですよね。軽キャンピングカーの販売台数は毎年 5% ずつぐらい増加しているそうです。それに最近の軽キャンの進歩が目覚ましくて、
以前に比べるともう数段快適に過ごせるようになっているのではないですか。軽キャン人気の理由の一つに、キャンピングカーや車中泊に興味を持っている年代は意外とシニア層が多いということもあると思います。軽キャンが利用できる人数とマッチしています。それにシニア層はそんな大きな車は必ずしも必要ではないですから。私なんかハイエースのワイド車から軽キャンに乗り換えています。そして乗り換えて正解でした。乗り換えの理由についてはこのチャンネルの第1回目の動画どうして軽4で詳しく説明しているので、まだ視聴されてない方はぜひご覧になってください。軽キャンピングカーの人気の一つはやはり価格が安いことでしょうね。大型のキャブコンやハイエースベースのキャンピングカーに比べると半額いや3分の1ぐらいになりますからね。ハイエースベースのキャンピングカーでだいたい今1000万円前後ぐらいですかね。大型のキャブコンとなればもう1300万とか1500万とかそんな時代ですよね。それに比べてほとんどの軽キャンはもう500万円を切りますからね。庶民でも手が出せる価格帯ではないでしょうか。そして維持費が安いことも所有しやすい理由の一つだと思います。税金や燃費外にもお金のかかることは大概軽キャンの方が安くつきます。例えば冬タイヤの交換など以前乗っていたハイエースの半額で済みました。オイルエレメント交換も安くつきます。任意保険もかなり安くなります。自宅で保管する場合も楽ですよね。大型のキャブコンでしたら普通の住宅やマンションの駐車場では無理でしょう。別に駐車場を借りるとなればまた費用もかさみますしね。一昔前のキャンピングカーの所有はハードルが高かったでしょうね。その辺のことも軽キャンピングカーの人気の一つでしょうね。軽キャンの需要と供給が高まればキャンピングカーは今まで以上に増加するでしょう。動画の最初でお話した車中泊場所の問題なんですがね、全国的にキャンピングカーの台数も少なく利用者が少なかったので駐泊施設も少なかったということでしょうね。ところが購入しやすい軽キャンなどの増加でキャンピングカーの保有台数も増加してきた。キャンピングカー社会が以前のように裕福な方だけの社会から大衆化してきたということでしょうか。また近年起こった車中泊ブームで車中泊場所などがクローズアップされたこともあって RV パークなどが増え始めたということではないでしょうか。そういうキャンピングカー社会の流れに沿って比較的安価でローソンのような企業が良質な車中泊サービスを提供し始めたということでしょう。2000円や3000円の宿泊費でトイレ、電源、ゴミ処理のある車中泊場所が全国的に広がれば軽キャンを含めキャンピングカー全体の使い勝手が一気に広がるでしょう。もし都市部に車中泊のインフラが進むと今までレジャーにしか使われていなかったキャンピングカーが町などのビジネスの足に使われる可能性があります。人気 YouTube のクッピオの車中泊生活でクッピオさんがビジネス使いを紹介されていますね。まさにビジネスでも十分に使える可能性があると思います。車中泊施設の質の向上と増加はキャンピングカーの増加につながるでしょうし、逆にキャンピングカーの増加は車中泊施設の質の向上と増加につながるのではないでしょうか。まあしかしながら現状はまだまだ発展途上なので利用者のニーズをつかめていないということはあると思いますよ。前回からの動画の引き続きで昼賀野高原キャンプ場でのんびりディナーを楽しんでいる映像です。前回は高原リゾートで車中泊したので軽キャンの別荘使いを紹介しています。軽キャンは車中泊先に合わせて本当に自由にアレンジして楽しむことができますね。街の中で車中泊をすればもうビジネスホテルに早変わりです。レトロ男子の宿泊施設に対する個人的な願望は県庁所在地の各都市の繁華街の近くに車中泊場所ができて街の中で食べたり飲んだりできるようになることです。それこそ軽キャンの酒場放浪記ができますよ。まあそういう旅ができるのもまだまだ少し先の話でしょうけどね。この5年間車中泊旅行をして感じたことをお話ししますね。地方都市は県庁所在地も含めて
街の中心地が衰退しているような場所が多いですね。かつては賑やかだった商店街も今やシャッター商店街になってしまっています。まだ商店街の形が残っているのはマシで、完全に空き地になってしまっている場所もありました。県庁所在地のメインの駅前なのにガラガラという場所もあります。ここでとんでもない私のおバカさんの考えなんですが、寂れた都市の真ん中や駅前に道の駅を作ってみてはどうでしょうか。 RV パークを作ってみてはどうでしょうか。環境問題もあるでしょうけれども、衰退を止める一つの方法になるんじゃないでしょうかね。特に都市部での RV パークは若干の飲食店やローカルなお店にアクセスができれば結構需要はあると思いますよ。例えば鳥取、米子、松江など山陰の都市はポテンシャルが高いと思いますよ。ローカルなお店が集まった古びたアーケードの商店街、昔ながらの食堂や純喫茶店、結構人気がありますよ。知られていないだけで観光資源になるような場所、まだまだたくさんあると思います。できればそんな場所を皆さんに紹介できたらなぁと夢みたいなことを考えております。酔っ払って気が大きくなった親父のたわごとと聞き流しておいてください。本日は酔っ払って本音を喋ってしまいました。それでは今日の動画はここまでにしたいと思います。今後もキャンピングカーや車中泊のいろいろな情報を発信するので、お見逃しのないようぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。次回は大阪・青森往復下道プラス高速2600キロ検証総集編です。キャンチャレンジの過酷なドキュメンタリーです。ぜひご覧ください。